ご視聴ありがとうございます。今回は、まさかの大成功を遂げた路線のご紹介です。当初の計画を超える勢いで増えた利用者と、それゆえの弊害、大小様々な対策の数々を解説します。ここは、首都圏の主要駅の一つ、北千住駅です。JR 常磐線、東武スカイツリーライン、東京メトロ日比谷線、千代田線、そしてつくばエクスプレスが乗り入れています。一日中乗り換えの需要があり、特に朝ラッシュは大混雑です。つくばエクスプレスのホームの上り寄りは、東京メトロ千代田線への乗り換えに便利な位置です。都内有数の混雑路線として知られ、朝ラッシュには特殊取扱いと呼ばれる特殊な運用を行う千代田線、その乗り換え客が多いのです。平和な下り列車とは異なり、ここから上り列車に乗る人もいます。車内は大混雑で、ドアの横まで人がぎっしりです。ドアが開くと、乗客が次々に降りてきます。つくばエクスプレスの最混雑区間は北千住の下り寄りで、上り列車はここで乗車率が下がります。下の階層に降りる動線は見た目より狭く、列車を降りた乗客の流れが滞留しています。降りる乗客と乗り込む乗客が干渉し、停車時間が延びがちです。つくばエクスプレスでは、朝ラッシュの混雑度を公表し、分散乗車を呼びかけています。朝8時前後に到着する列車の、特に前寄りの5、6号車が混むのがわかりますね。2005年8月24日に全線開業したこの路線、北千住駅に乗り入れる路線では最後の開業ですが、他の路線に負けない混雑になっています。この路線は、秋葉原からつくばまでを結ぶ、全長 58.3 キロの路線です。全部で20駅あり、平均の駅間距離はおよそ 3.1 キロ。最も短いのは、葵と六町の間、1.4 キロである一方、守谷と未来平の間は 6.6 キロあり、距離のばらつきが大きいです。もともと、茨城県南西部などの開発、そして混雑がひどい常磐線の補完のために計画されました。1978年に茨城県が調査委員会を設置し、第二常磐線構想としてスタートしたこの路線、85年の運輸政策審議会の答申で、起点が東京駅とされたほか、東京から守谷あたりまでが優先整備区間、そこから先が沿線の開発状況などを考慮した上で、整備に着手する区間と位置づけられました。常磐線の混雑緩和が目的の一つなので、国鉄が建設と運営に当たるべきところでした。ところが当時の国鉄は分割民営化を控え、しかも巨額の赤字に苦しんでおり、新線建設どころではありません。この頃には、別の動画でご紹介した新千歳空港に絡む新線の建設が難航しており、この路線は結局、分割民営化の後で JR 北海道により建設されています。答申においては、第三セクター方式も一案とされたほか、莫大な建設費の調達方法をはじめとする、建設、運営段階での関係者の全面的な支援が必要とされました。これを受け、当時の運輸省や関係自治体などで協議が進められ、87年9月に常磐新線整備検討委員会が設立されました。構成員は、運輸省、JR 東日本、沿線4都県。88年11月には基本方針の合意が成立し、建設主体は第三セクター、開業後は JR 東日本が運営を行うことになりました。なお、計画段階では、これらの駅が都心側のターミナルとして計画されていた頃もあったそうです。田端なら山手線のターミナル機能が分散でき、池袋なら貨物線を有効活用でき、大崎なら山手線の輸送力アップにつながり、上野なら常磐線の利用者をより多く移行できます。また、北千住は逆に山手線への影響が小さいことがメリットとされていました。いずれも既存の駅の改良が必要で、建設コストや利便性の観点、そして国鉄の関与が期待できなくなったことから、最終的に秋葉原に落ち着いています。茨城県の働きかけにより、第2期区間の守谷から先もまとめて建設されることになるなど、計画は徐々に今の姿に近づいていきます。91年3月には、沿線自治体の出資により、整備運営主体となる第三セクター、首都圏新都市鉄道が設立されました。初期の計画では、JR 東日本が開業後の運営を担う予定でしたが、同社は直接関与しない方向になっています。
94年に建設工事が始まったものの、地盤の弱さや地下水対策による遅れが出たほか、茨城県内の用地取得が難航します。96年12月には、2000年の開業予定が5年延期され、2005年に変更されました。2001年2月には、路線名称としてつくばエクスプレスが正式発表されています。各種の案内ではこれが用いられ、計画当時の他の名前や、首都圏新都市鉄道という社名が出てくることもほぼありません。2005年10月の開業予定は、地元の強い要望と、学校の2学期に間に合うよう2ヶ月繰り上げられ、同年8月24日に開業しています。この時点で今の路線が出来上がり、これ以降、路線の延伸や駅の新設はありません。つくばエクスプレスの快速は、全線を最速45分で走ります。地上区間では急カーブを減らして高速で走れるようにしたほか、線内には踏切がありません。最高速度は時速130キロで、国内の一般の鉄道ではかなり速い部類です。車両の性能に差はなく、列車の種別で最高速度が分けられているわけでもないため、線形が良ければ普通列車でも爆速で走ります。かつて、東京とつくばを結ぶ主要な交通手段の一つだった高速バスは、つくばエクスプレスの開業で縮小を余儀なくされています。つくばエクスプレスでは、守谷駅と未来平駅の間を境に、電気が直流と交流に分かれています。これは、茨城県内にある地磁気観測所への影響を避けるためです。地球が持つ磁力を観測するため、強い磁力を発生させる直流電流を生まないよう、鉄道は交流電化にする必要があります。全線の通し運行には、直流と交流を両方走れる車両、高直流車両が必要になります。ただし、直流専用車両より製造コストが高いため、秋葉原から守谷の間だけを運行する直流専用車両、TX1000 系と、全線で運行できる TX2000 系の2種類が用意されました。パンタグラフの周りがシンプルな TX1000 系に対し、交流対応の設備は大掛かりなため、TX2000 系では外資などがたくさんあり、一目で区別できます。すべての区間を交流で建設しなかったのは、起点寄りにある地下区間が原因です。国内の鉄道で使われている交流の電力は、直流より電圧が高いのが特徴です。そのため、架線の近くに物がある時の事故リスクは直流より大きく、絶縁対策も厳重です。これは架線と車体の間隔も同じで、交流の場合、架線と車体の距離を直流より広くする必要があります。ところが都心にある地下区間では、それによってトンネルの断面積が大きくなり、建設費が増える弊害があります。全線交流とした場合と、直流と交流を併用する場合で費用が試算され、最終的に今の形態となりました。車両を2種類、それもコストのかかる高直流車両が必要ですが、全線交流対応で建設するよりはお得だったというわけです。現在、日中1時間あたり10本ある列車のうち、普通列車4本は守谷までの運行です。そしてこの路線、開業から20年近くになる中、大成功を収めています。開業初年度の利用者数は3469万人で、1日平均では15万人余り。これは、開業前の予想である13万5千人を上回っています。2007年3月には、開業20ヶ月目で累計輸送人員が1億人を突破。1日の平均利用者数は、開業4年余りで目標の27万人に到達しています。首都圏新都市鉄道の業績も順調に上がり、2008年度には営業黒字になりました。翌年には最終黒字となり、開業20年後に単年度で黒字化するという当初の目標を、実に10年以上前倒しで達成しています。その後、2017年度に累積損失を解消。要するに、それまで積み上げた赤字をチャラにしたということです。つくばエクスプレスでは特に朝の混雑が深刻で、最混雑時間帯には2、3分間隔で列車を走らせているものの、6両編成では輸送力の限界が見えています。開業後に追加投入された車両は、全線を通し運行できる TX2000 系、あるいはその後継の TX3000 系です。混雑する各駅の様子と、混雑緩和に向けた方策を見ていきます。利用者数の増加を物語る駅がここ、流山大高の森駅。
すべての列車が止まります。ホーム2つ、線路4本で、ラッシュ時を中心に待ち合わせが行われます。そしてこの駅では、東武アーバンパークラインに乗り換えができます。当初、東武は駅を設ける予定はなく、流山市や都市再生機構が、およそ27億円の建設費を全額負担することを条件として建設されました。東武の駅もつくばエクスプレスの駅と同時に開業し、駅周辺だけでなく、アーバンパークラインの沿線でもマンションなどの開発に弾みがつきました。つくばエクスプレスの乗車人員は、1日平均で4万1000人余り。秋葉原、北千住に次ぐ第3位です。東武の乗降客数は5万8000人余りで、アーバンパークラインの駅では、柏と大宮、船橋と春日部に次ぐ第5位です。駅周辺には商業施設やマンションが大量にでき、住みたい街ランキングに乗ることも多いです。絶滅危惧種であるオオタカが生息する森が駅の周りにあることなどが、今の駅名の由来です。ただし、駅が開業したことで街の人気が高まり、住宅などを開発するために森が伐採されたことで、オオタカの生息に適した環境は激減しています。次が、2駅上り寄りの南流山駅です。JR 武蔵野線に乗り換えができ、快速も止まります。2023年度の乗車人員は、1日平均で3万8000人弱。2015年度には流山大高の森を抜いたものの、再び追い抜かれて線内4位になっています。改札では、乗降客の列が途切れることがありません。改札を入ってホームに降ります。向かって左、上り線側には乗客の列があります。そして下り列車の最後尾を見ると、さらに後ろにホームドアがあります。ただし、右の柱には電車最後部の文字があり、ホームドアには開きませんの文字が。構内図を見ると、階段などが下り寄りに集まっているのがわかります。そしてこの省略マーク。この駅のホームはおよそ10両分あり、上下線の列車が前寄せで止まります。下り列車の後ろには3両分余りのスペースがあり、のっぺらぼうの壁が威圧感満載です。南流山駅では開業後の利用者の伸びが激しく、ホームの混雑が問題になりました。この駅は上下線がホームを挟む構造で、ホームの幅を広げるには、線路そのものをずらすか、線路の外側に新しいホームを作る必要があります。ここではどちらも現実的でなかったため、ホームを伸ばして列車の停車位置をずらすことで、混雑緩和を図っています。乗り切れないので次の列車を待つ人もいれば、通過駅を利用する人もいて、乗客が一度にはけることがないです。特に6号車寄りでは混雑がひどく、しょっちゅう積み残しが出ます。発車時には通常の発車メロディーに加えてベルが鳴ることが多く、混雑対策に重きが置かれているのがわかります。なお、北千住では平和そうに見えた下り列車は、この駅で乗車率が上がることがあります。下り方面への通勤通学需要も結構あり、立っている乗客も目立ちます。守谷行きの列車をやり過ごして次まで待つ人や、快速などが止まらない駅へ向かう人もいるため、こちらも一度に乗客がはけることがありません。流山大高の森、南流山の両駅を有する流山市では、全国の市で人口増加率が6年連続1位になるなど、つくばエクスプレス開業の効果は鮮明です。つくばエクスプレスの快進撃は、停車駅にも影響を与えています。この駅は開業当時は快速通過駅でしたが、今年3月のダイヤ改正で停車駅に追加されました。開業以来、後から快速停車駅になったのはここだけです。朝ラッシュには始発列車もあります。6時台から8時台まで全部で8本。また、この駅は上り列車が最後に待ち合わせのできる駅で、朝ラッシュには待ち合わせをする列車が目立ちます。平日朝の上り方面には快速がなく、停車駅が一つ多い区間快速が一番早いです。20分あれば秋葉原に着きますが、それでも座って通勤通学したいというニーズはかなりあるらしく、始発列車の出るホームには整列位置のマーキングがあり、多くの乗客が列を作ります。似たような変化を遂げたのが、隣の六町駅です。開業当初は普通のみの停車で、
2012年に新設された通勤快速の停車駅になりました。通勤快速は当初平日朝の上りと夕方の下りに運行されていましたが、2020年3月のダイヤ改正で平日の上りはなくなっています。20年3月には平日朝の上り通勤快速の廃止に合わせ、朝の上り区間快速の停車駅になりました。時間によって停車駅が変わるのは、この駅だけです。比較的空いている八潮始発を狙う人がいて、乗客が一度にはけることがないです。最混雑時間帯にはホームに整理員が置かれ、駅員が合図を出してからドアが閉められます。これほどの成功は、近年できた首都圏の郊外路線としては珍しいものです。先行して開業した路線には、建設時の借入金取り支を返済するため、高額な運賃を設定している路線があります。それでも経営が苦しく、資金ショートの恐れがある会社もあるなど、予断を許さない状況です。つくばエクスプレスが成功したのは、これらの路線の反省を生かしたからです。建設にあたっては、資金をほぼ無利子で調達できるようにし、返済時の利息負担で苦しまなくて済むようになりました。さらに89年に、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法が制定されます。これは、鉄道の開業によって住宅開発が見込まれる地域で、土地区画整理事業をしやすくしたり、固定資産税を減免することで、鉄道整備と住宅開発を一体的に進められるようにする法律でした。過去に建設された新線で、鉄道建設と沿線開発がリンクせず、利用者が思うように増えなかったことへの対応です。これは実質的につくばエクスプレスをサポートするための法律で、首都圏と近畿、中部で適用できることになっているものの、今のところ適用されたのはつくばエクスプレスだけです。そして開業以来の混雑を受け、さらなる対策が進んでいます。開業当時に導入された車両には、座席をレールと直角に配置するクロスシートを含む車両がありました。開業後に混雑が悪化すると、乗客の移動がスムーズにできないこと、収容力が低いことなどの欠点が問題視されるようになったため、座席をレールと平行に配置するロングシートへの改修が進み、クロスシートは2020年までに姿を消しました。また、守谷駅と車両基地を結ぶ連絡線を開業時の単線から複線に増やすことで、本数の増加やトラブル発生時への対応力を上げています。合わせて守谷駅では、列車の待ち合わせができるように改修する工事が行われています。起点の秋葉原駅は既存の地下鉄などの下に設けたため、地下深い場所にあります。地上に出るエレベーターは利用者が多く、開業後に増設されました。新設されたものは堂々の30人乗りという一般の鉄道駅のエレベーターとしてはビッグサイズです。そしてさらなる混雑緩和策が今の6両編成に2両追加し8両にするというものです。将来車両を増やすことを見越してあらかじめホームを多めに作っておく路線もありますが、つくばエクスプレスでは当初から6両分しかないので2両分のホームを作る工事が進んでいます。8両分のホームを作るスペースはあらかじめ確保されており、各駅では工事が進んでいます。起点の秋葉原駅では上下両方にホームが伸ばされ、そのうち上り寄りにはエスカレーターもあります。ホームの伸ばし方は駅によってまちまちです。隣の新御徒町駅では上り寄りだけに伸ばされているほか、その隣の浅草駅では上下両方に1両分ずつ、さらに隣の南千住駅では下り寄りだけに伸ばされています。また、ホームを伸ばした駅には線路側の仕上げが済んでいない駅もあります。北千住の一つ下り寄り、青い駅では速達列車が時速105キロで通過していました。ホームの延伸工事期間中は速度を時速75キロに下げていたものの、工事が一段落したことを受け、今年3月のダイヤ改正で元に戻されています。その隣、六町駅も同じです。こちらは時速125キロでの通過でしたが、狭い地下駅では危険なため時速95キロに下げられ、延伸工事の間は時速75キロに下げられていました。こちらも延伸工事が一段落したことで、速度制限は戻されています。ホームの延長は済んでおり、真新しいホームがよく見えます。なお、初期の計画では10両編成での運行も見込まれており、新御徒町駅の下り寄りにはさらに2両分のスペースがあります。
南流山駅の改造ができたのも、重量化を見越した施設があったから。ただし青い駅のように、ホームを重量対応にするには大掛かりな工事が必要な駅もあり、そこまで進めるのは簡単ではなさそうです。8両化事業は2019年度に始まりました。終電から始発までの作業時間が1日に3時間で、日々の保守と並行して行うこと、高架駅と地下駅では工事スペースが限られることから、事業には10年以上の時間がかかります。8両編成が走り始めるのは2030年代前半の予定です。ご視聴ありがとうございました。